皆さんこんばんは、テレスドンです。ひまわりです。今日もほげーぼえーと始めていきますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はつなぎです。ひまわりさんが大変勉強になると言っていたつなぎです。これベースが終わりました。次、これ、レイヤー1段階目はエアブラシで上から吹いたんだよね。でその後にお得意の筆でトントンします。これはなぜトントンしてるんですか？皮の質感を得るためですね。このトントンがそれに必要な作業ということですか？そうです。明るくなるであろうところに結構大雑把に色のせます。後でいろんな色でね、いろんな色のせていくんで、なんだ、あんま細かいこと気にしなくていいです。ちなみに色選び的には普通にハイライトってこと？別にこれを皮感出すからこういう感じとかはない？おお、普通にハイライト。皆さんが選ぶようなハイライトでやってくださいと。おお、結構ね、思うのが、ちゃんとそれっぽくように見えるように塗れば、仮に色選びがめちゃくちゃでも、割とそれっぽく見えるなって思うこともある。これ今さ、紫に見えるじゃん。でも完成茶色だよね。まあ、途中で茶色のインク塗ったりしたからな。茶色に寄せた。紫、これ、よく話題になる。ひまわりさんが紫って言うんだけど、自分は茶色だと思ってる色を使ってんだけど。でもね、これは紫だな。この今、ベースがさっき言った、よく議論になる色なんだけど、このハイライトに使ってるのは、まあ、孫うことなき紫寄りだな。まあサムネとか見ても、最初の方のやつ見てもらえば茶色いよね。茶色。ハイライトがだんだん茶色寄りになってくるんだよね。最初紫寄り気味でスタートしてね。こんな感じ。これ相当茶色いでしょ。これ筆を一回り小さくしてますね。これはハイライトっていう感じじゃないよね。いや、ハイライトっていう感じだよ。いや、さっきのさ、どっちかっていうと白っぽい紫だったのがさ、赤になったなみたいな。そういや、色の移り変わりとしてはそんなにおかしいとは思ってない。もしさっきの色が白っぽく見えるんだとしたら、色のせた直後で乾燥してないから、テカって白っぽく見えてんじゃないって思う。さっきのなしでこれスタートでもよかったんじゃないの？いや、そういうわけじゃないな。うまく言えないけど、そういうことじゃない。もしかしたら本当に光ってテカって見えてたのだけかもしれないからね。多分そうじゃないかなと思うけどな。これはちょっと次の色いくか。これが繰り返すということで違う色いく？うん。
帰ってきました。お次はまだ色が変わって暗い部分ですね。ベースカラーにグレー混ぜてメディウムで薄めて、柔らかく色乗るようにしてるな。で、これ実は今この色乗せてるんだけど、後で変更するんだよね。そう、紫色にするんだよね。でも結局これやったからいろんな複雑な色合いになったんじゃないのかっていう。うん。まあ、結果そういうことなのかな。だから無駄ではないと思っている。これもポンポン置いてるのは同じ質感を出すためということで。うん。もう現段階でさっきまでやってた茶色いところ結構雰囲気出てるでしょ。うん。これがもっとちっちゃいモデルだったらこういう筆じゃなくてなんつうの細い筆で点描でやったりするんだけどね。うん。次はこれ明るいとこだな。そう、ここで、普通の筆にチェンジ。線を引いて明るくなる部分を拾っていくんだけど、その線を引く方向がランダムっていうやつです。傷なのかと思ったらそういうわけではなかったんだね。傷のような、何なのか。うん。なんていうか。このさ、ランダムに線引くっていうけど、これなかなかセンスを問われるよね。問われる。これは、ランダムに引いてるつもりでも、きっと方向は癖が出てて決まってんだろうなって思うね。難しそう。そうだね。これはなんかやってなれるみたいなことになってくるよな、こういうのはな。こうやって入れてきますよと。なんかこれについて話すことはないな。仮にね、この段階でなんだかすごく不自然になった気がするって思っても、この後の工程で鳴らされるから、気にしないでよしだね。と思うね。あとはあれだね。大きめのモデルならこうやってできるけど、ウォーハンマーみたいなちっちゃいやつはさすがにこれできないな。ウォーハンマーで言ったらマントぐらいか。マントならできそうだね。マントね。マントって最近塗ってないな。マントかっこいいよね。マント。マントしたいな。マントしたいってどういうこと？マントを装着してみたい。リアルで。どうぞ。止めないよ。止めはしないよ。一緒に歩かなきゃなんないで。マントした人と。家の中でじゃなくて外でってこと？したら私は一緒には歩かないかな。こんな感じが続きますよ。ワープ。
はい。この膝が一番明るくなるところなんだよね。なので、だから線が多くなるって言ったらおかしいけども、まあここが一番明るくなるところです。いや意味がわからないんですけどあ、そっか。で、ここでふと赤いところに移りますね。さっきの説明なし。あれはいいわ、別に。これもランダム線だな。これ、エアブラシプラス、もう一回多分叩き終わった後だな、これ。撮ってないな。多分。で、普通の部分がある程度進んだから、一回赤いところを、こういう風にやって、まあ様子見るかみたいな感じだね。で、これは、裏側の紫色部分も後で同じこと、まあ結局ずっと同じことやり続けるので、使う色が変わるっていうだけで。まあ、だからこれも色変えただけですって話だな。センスが問われるね、これも。
続きまして、これは、今度は線の引く方向がランダムじゃなくて、同じ方向になってます。これなぜか。本でこうやってやれって書いてあったからです。なので、うまく説明できないですね。ただ、ハイライトの段階としては相当佳境に入ってる。それでもまだ一番明るい色ではないんだけども。で、この段階で雰囲気結構いいんだけど、浮いてんだよね。傷の線だとか、今引いてる線だとか、ちょっと一気に色変わってる感じがあって、これも後で鳴らすので、あまり気にしない。ここが一番明るくなる部分なんで、引いてる線が多いです。これ結構やり直したな。これ、なんていうの、平らっちゃ平らでしょ、ここ。だから、ちょっと油断するとなんか不自然にすごい明るくなって、で、またちょっと明るくすぎんな、つって暗くしたら、今度暗くなりすぎるっていうか、一番光当たってる部分だから強調したいんだけど、暗くなりすぎて、またやり直すって何回か繰り返したね。という感じで、進んできますね。はい。で、今度は、これは、引いた線があまりにも浮いてるので、ぼかし始めました。これはその見た本にやれってやってたからではなく、あくまで自分で気になったから、こうするか。これ髪の毛塗ってるのと同じで、まあやればやるほど情報増えるから、まあいいかなと思っていろいろやるんだよね。で、何度も言う、この一番明るくなる膝の頭だね。と、こう、なんか、エッジを強調するような感じでやってるな。こうしてみるとだいぶ浮いてんな。よくあそこまで滑らかにしたもんだ。最終的に。なんか気になることでも。これの次でまた変わるんじゃなかった？来ました。これね、インク。これで、ジャバジャバやって、不自然だったグラデーションを滑らかにする。で、ここでだいぶ色が茶色寄りになるんだよね。このグレイジングは勇気を持ってやるしかないな。これ、せっかく今まで頑張って丹念にグラデーションを作り上げてきたのに、これなくなるんじゃないのか。なんで最近思うのがさ、これ見越してわざとハイライト明るくしときゃいいんじゃねってちょっと思う。これは明るいところだけにしかやってない。そう。暗い部分、やる人はやると思うんだけど、暗い部分は今の色味で満足してたんだよね。ただ明るい部分だけ不自然なのと、不自然なので、もうちょっと全体を茶色で統合したいなと思って。インクってただでもシャバシャバなのになんでメディウム使うの？これはね、ビビりですね。多分やらなくてもいいのかもしれないけどね。そのまま生でインク塗ったくっても大丈夫かなと思うんだけど。
まあ、ちょっと怖いからメディウム使って慎重にやりました。これだいぶなんかこう移り変わりが滑らかになってるような感じするでしょ。でね、最初ビビるんだわ、インク塗ったくるとき。でそのうちなんかね、どうでもいいくなってくるとねいややっちまえみたいな感じになるね。でこれはそうは言ってもインク塗ったことによって若干さっきまでの明るさを失われたからもう一回ハイライト乗せ直すみたいなことじゃねえか多分。でもこれ一番軽い色ではないよね。これ違うな。これ何やってんだろうね。これ結構ね、その時の気分でやってるとこあるんだよね。よくあるよね。パレットにある色でやっちゃうとかそういう感じでしょ。うん。まあでも、面白い感じになってきたんじゃない？馴染んだのね。その本によると、インクによる統合をまだもう一回やったりするんだけど、確かこれやってないのか。明るいところは茶色くして、暗いところは違う色のインク使うとかやるんだよね。まだ私その段階に達してませんので、まあそのうちやってみると思うけど。インクとシェードはまた違うんだよね。シェードは、くぼんでる部分に多めに残るみたいな感じ。インクは、こう、均一に濡らさるって言えばいいのかな。あと、シェードみたいに、あんま暗い色がないっていうか、まあ、そもそもの使用目的が違うんだろうな。結局今やってるのはじゃあインクやりました。でもハイライトがもう随分暗くなっちゃったからそれを微調整してる的な感じ？そうだね。そう、微調整だね。でもしまた変に明るくなったらインクすればいいみたいな。インク、もしくは、ちょっと前の色に戻る。まあ、どっちでもいい。インクでもいいのかな。まあ、その時の気分かも。もし次インクやるとしたら、さっきの色と違うインク使ってもまた面白いのかもしれないけどね。この膝にすげえこだわりを持ってる感じがするね。そう。いや、一応光源の場所を意識した塗り方してるから、それ考えると、ここに一番光が当たると考えても、だから、ここを目立たせないと、また全体から同じ光量の光が当たってるように見えちゃうから、強調しなきゃならなかったので。ある程度、さっきのところができたので、今度は赤い部分でまた、調子を合わせるというか。別にまた同じことやるからはしょって飛ばします。まあ、そうだな。
そして次は、より強い影が欲しくなったので、セピア使ってんのこれ。これがすんごい細いやつで点描してるけどさ、さっき言った小さいやつだったら、細い筆でっていうことかな。そうそうそう。だいぶ先がくたびれた筆だな、これ。特にこだわってないってことでね、筆にね。いや、違うよ。この筆がいいのよ。点を打つのにこれがいいの。そう、これがいいの。この先っぽのへたり具合とかが絶妙なのよ。なんつうの、点がさ、完全なるドットを打つわけじゃないでしょ。なんつうの、ランダム要素とか歪みみたいのが出るのがいいんだよね。で、かつこの筆結構硬くて、曲がらないんだわ。点打つときにね。すげえ打ちやすい。これ MA マンのやつ？そう。すごいな。いつも使ってるからな、これの。多分この筆、ここまでくたびれるまで使ってる人あんまりいないと思うんですよ。私持ってないじゃん。ここだけで MA マンって分かったのか。ああ、そっか。そうだな。そう、これ結局ね、最終的にここ紫色入れてくんだよな。あ、そうですかって感じ。じゃあもうちょっと進むか。さあ、ちょっと進むかってすぐでした。ここで、裏側の紫を始めます。我ながら思い切り色のせてますね。そう、この色でいいという確信があるからこそできる。まあ最初からね、この紫で塗っとけばよかったんじゃないのっていう意見も前ありましたけども、まあいろいろそうじゃないんだよっていう話をしたけど、実際はいや、最初から紫でもよかったんじゃないかなとちょっと思ってる、実は。手が増えただけじゃないなって。まあでもこのベースがある上での紫だからこそっていう色なのかもしれないね。のはずなんだけどな。これなんてもう完全に下のグレー隠蔽してやるぞっていう気でやってるよね、これ。あとこの割と大きい筆でやってるから、ドライブラシ的な感じで自然と、へこんでるところには色入っていかないんだよね。浮き上がってるところだけ色乗るような感じになるといえばなる。もう使い込んでさ、ドライブラシとはいえすげえ短くなってるからそれができるのではなかろうかという。ああ、そうかもしれない。もうちょっとふさふさだったんだよね、この筆ね。もう真っ平らなカピカピだからね。ドライブラシって結構高いじゃん。ファレフォのドライブラシってどうなんだろうね。あれ安いじゃん。使い勝手いいのかな。なんか見た目これと同じような感じだったよね。違ったっけかね。うちにないよね。あんの？あるんだら使えてみれば。使ってない。いや、じゃあ使ってみればとしか言えないんだけど。なかなかそういうものを塗らない。ドライブラシ基本使わないじゃん。だからこう点描みたいな時でしょ。こんななかなか大きいモデル塗らないからさ。そうだね。これただドライブラシとしてはすごい良さそう。今見てるけど、ただ
点描で使うにはもうちょっとくたびれた方がいいね。私が今持ってるのはファレフォの S っていうやつね。S サイズってことかな。うん。でも毛長くないこれ。いやいや、最初そんなもんなの。これ今映ってる筆もそんな感じなんだよ、最初は。うん。そしたら今の筆で同じことやったら多分絶対、なんだっけ、溝に入ってくる。いや、力の入れ方で調整すれば多分大丈夫。うん。なんか、そっ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 て、そっ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 てやればいい。これも、同じだな。うん。おお。あとここやって終わる感じだね、これは。うん。うん。うんうん。だいぶ良くなってきましたね。つなぎの茶色の部分ってあれで終わりだったか。そうか。まあ、そんな感じか。だからさっき言ったさらに紫にとかって言ってたけど、映ってないんだね。映ってないわ。で、また、ランダムな線を引いてと。これは確かインクとか使ってないんだよ。あと、なんていうの、そこまで明るくしてないから、なんていうの、だんだん、不自然に、その明るいところが目立つという状態にはならなくて、確かこれで終わってるような気がするんだよな。うん。とうとうこれも終わりなもんで、次はこの座ってる木の動画になります。おお、皆さん待ってました。赤の赤の OSL の動画だ。これで最終的に今画面に映っている紫色の範囲よりもさらに右側に侵食していく、最後の方でね。やり直してるってこと？やり直してるんじゃないの。だんだん広がっていく。今ここでさ、紫色止まってるでしょ。それがだんだん広がっていくの、この範囲がね。っていう調整をまあ最後の方にやりましたけども、塗り方としてはずっとこんな感じですね。いやー、さっき嘘ついたわ。この色で終わりだったけど違ったわ。これで終わりだ。これが一番明るい部分だ。まあ、これを割と慎重に乗せて終わってたはずだな。すごく浮いてるように見えるけど大丈夫かなこれ。しかし残り時間的に多分これで終わるはずだ。動画撮ってないとかではなく、多分な、これでよしとしたんじゃねえか。まとめに入って結構最初やってみるには勇気が必要な塗り方かもしれないけども、
まあやればやるほど情報増えていくわけだから、まあとりあえず手を動かしてればなんか形になるんじゃないかななんて思ったりしますね。なので皆さんもやってみてください。じゃあテルスノンでした。超参考になったかと思います。ひまわりでした。またねー。